エビリオス地方で最大の影響力を誇ったルシフェニア王国。悪の娘の暴政により、王国は崩壊。さらには、緑狩り、革命、そして、革命後の動乱。偉大なる王、三英雄、悪の娘に五木の乙女の死。数々の血と涙が流れた、悲劇の連続。今宵、その出来事の全貌をお見せしよう。どうして、王女は傲慢だったのか。どうして、グーラ病が猛威を振るったか。どうして、ミカエラは殺されたのか。どうして、マーロン国だけが得できたのか。そして、エビリオスはこの悲劇の果てにどうなってしまったのか。知る覚悟はよろしいか。レビアンタの最悪。物語の原点は、現在物語に遡る。エルルカには、イリーナ・クロックワーカーという義理の妹がいた。二人は、女王選抜候補に選ばれた。すると、イリーナはエルルカを殺害することに成功。そこで、彼女の兄のキリルがエルルカを復活させるために、箱舟と呼ばれる黒い箱にエルルカの遺体を放り込み、彼女を復活させた。その時、巨大な竜の封印を解いてしまい、王国が崩壊してしまった。女王の座についたはずのエリーナも、このレビアンタの最悪で負傷。瀕死の状態に陥ってしまう。そこで、セト・トワイライトと呼ばれる科学者が、彼女を復活させた。しかし、その姿は人の形ではなく、赤い猫のぬいぐるみであった。自らが赤猫の姿になってしまった原因のエルルカ。彼女の幸せを絶対に認めたくない。イリーナは各時代で暗躍し、エルルカの行動を妨害。長い年月の因縁の対決が始まったのである。魔女、N、色欲の刀。あれから400年以上経った時点で、イリーナは老婆の体を手に入れていた。彼女のこの時代での名前を、アビス・アイアールという。まずは、本編開始前の彼女の行動の軌跡を話そう。彼女は、前の時代では大概の器の一つ、ベノムソードを持っていた。しかし、その剣は別の人物の手に渡っていた。その剣のことは一旦置いておこう。彼女は、ある時とある一家を青い炎で皆殺しにした。その時、一人の少女が悪意の種を宿していることが発覚。この悪意の種とは、ハーという衝動的に悪事を行おうとする性質であると考えられる。ここでアビスは、その娘をネオマリアと名付け、暗殺者として育てた。ある日、弟殺しの男、レオンハルトを暗殺するためにネオマリアを送ったが、ネオマリアは事故で記憶を失い、マリアムとして生きていくこととなる。その後、マリアムはアスモディン軍に入隊した。さて、色欲の刀に話を戻そう。色欲の刀は、親を失った双子の元に渡った。双子の兄をゼノン、妹をセイラという。セイラは、ゼノンが12歳の時に餓死。ある日、ゼノンは色欲の刀を持って、アビスに襲いかかったが、彼はアビスに敗北。気がつけば、アスモディンの皇帝に保護されていた。この男は、ガストという名を受け、その後にベノムという称号を授かった。アスモディン軍にて、マリアムとガストは、各々別の理由で、軍に裏切りを行った。そんなある時、アビスは、ガストでベノムソードが力を持っているか試した。力が失われていないことが判明すると、彼を青い炎で攻撃し、その刀を奪った。ガストはその後、国を追放されることとなる。一方、アビスはマーロン国のブラッドプール地方にて、とある出会いを果たす。その出会いこそが、すべての悲劇の始まりであった。元凶。さて、本題に入ろう。この時代の悲劇のすべての元凶を明かそう。それは、マーロン国皇太后、プリム・マーロンである。彼女はもともと、ルシフェニア王国の貴族ログゼ家の娘であった。しかし、ほんの些細な出来事のためにルシフェン王朝に異常なほどの憎悪を抱いた。その後、マーロン国へ移住し、先代のマーロン国王と接近。ついには、結婚にこぎつけ、妃にまでのし上がった。それから、魔術について調べる日々を送った。ある日、ブラッドプール地方にて、アビス・アイアールと遭遇。アビスは、自分と同じ母であった彼女と結託することにした。そこからの彼女の行動の詳細は、後編で詳しく話そう。実行犯たち。さて、悪の娘時代の全ての悲劇はどのようにして起きたか話そう。二人の元には、グラス、スプーン、鏡、剣、人形と、順調に大概の器が集まった。
アビスは、もともと1枚だった傲慢の鏡を4枚に分離させた。ある時点で、プリムはアビスに、アルス、アレクシル、リリアンヌの殺害を頼んだ。すると、アビスは、悪磁気のグラスを用いて、ベルゼニア帝国にグーラ病を蔓延させた。そして、ベルゼニアを攻め込んだルシフェニアをはじめ、エビリオス地方全体で感染が拡大した。その最中、アルス王は命を落とした。公表された死因はグーラ病。プリムにとっては、最初の目的が達成された。次に、傲慢の鏡と、ある人物を利用した。プリムの弟、プレジログゼである。ルシフェニア王国の内務大臣であった彼は、姉に常に蔑まれていた。姉に認めてもらうがために、プレジはアビスと共犯の関係となり、アレクシルを傀儡にしようとした。しかし、神の定めた因果律により、アレクシルに取り付けなかった悪磁気の悪魔は、リリアンヌ王女に取り付いた。最終的に、悪磁気の悪魔はリリアンヌから払われ、プレジは命を落とした。ちなみに、ログゼ家は薬学に精通しており、最小ジェネシアを殺すのに、一族で開発した毒、ギフトを使ったとのこと。そこで、アビスはリリアンヌに傲慢の悪魔を取り付かせることにした。そのために、王女に鏡を与えた人物こそ、最も暗躍した実行犯である。青の国の王女。プリムには、実の息子がいる、養子のアルカとイルという二人の子供がいる。だが、それは公の話。彼女には、隠し子がいた。その子供こそ、マーロン国王女、ネイマーロンである。アンネがグーラ病で命を落とした後、アビスはネイをルシフェニア王宮に送り込んだ。そして、ネイはマリアム・フタピエの養子として潜伏。彼女は、鏡をリリアンヌにプレゼントとして渡し、傲慢の悪魔をつかせた。このように、彼女はマーロン国からのスパイであると考えれば、様々なことの説明がつく。アレンにレオンハルトがリリアンヌを殺そうとしているというデマを流したのも、邪魔者であるレオンハルトをアレンに殺害させることが目的であった。もしくは、英雄に王子を返り討ちにさせ、レオンハルトにも罪を着せようとしていたのであろう。レオンハルトが殺された直後まで食料援助が来なかったのも、プリムが、彼と王女の衝突を引き起こすために仕組んだのだろう。そして、緑狩りが始まった後のことである。カイルの片思いの相手がミカエラであること。そして、アレンとミカエラが繋がっていることを知り、リリアンヌに密告した。この情報源は、キールとアレンの会話を盗み聞きしたことだと考えられる。だが、アレンはミカエラを殺すどころか、助けようとしてしまった。そこで、ネイは自らミカエラを殺した。悠久の魔導士エルルカの弟子を、自らの手で始末したことで、彼女は母への貢献ができたと大喜びであった。なんでミカエラがエルルカの弟子であるかを知ってたかって？多分、黒幕の残りの一人からの情報を、本人かアビスから受け取ったのだろう。それが誰なのか、それは後編で話す。ルシフェニア革命が発生し、ネイは隙をついて逃走。その後、シャルテット戦で負傷したマリアムと合流。マリアムの笛を突き、殺害することに成功した。そして、悪の娘の死亡、三英雄の解散など、様々な情報を持って、皇太后のところに戻った彼女。彼女は、祖国の軍人となり、さらに暴れ回ることとなる。ああ、言い忘れていたか。彼女は、大概の器を作った神の双子の片割れ、グレーテル・ムーンリットの生まれ変わりであるということを。青の国の王。黒幕を知らない者によって、大戦犯とみなされている王。登場人物にあたるグーミリアでさえも、ミカエラの死後に彼に軽めの暴行を加えるほどである。無理もない。とはいえ、彼も面倒な人生を歩んでいるのである。もともと、画家になることを志していたが、母親の根回しによって夢は叶わなかった。その後、本人の意思とは無関係に国王就任や婚約などが行われた。さて、どういったルートを辿ったのだろうか。色欲の刀がアビスの元から、キール・フリージスの手に移動していた。そして、カイルは親友のキールの館に訪れていた時、色欲の刀に触れ、色欲の悪魔に取り憑かれてしまった。なお、これもアビスの想定通りである。悪魔に取り憑かれてしまった彼は、ミカエラに一目惚れしてしまった。そして、理性では情欲を抑えきれなくなり、リリアンヌ王女との婚約を破棄してしまった。その後、愛する者の死をもって復讐に身を委ねたカイル王。
悪の娘の処刑後、色欲の悪魔が抜けた。その影響なのか、恨みが消え、本物のリリアンヌを捜索することはなかった。というのも、他にも理由はある。アレンの覚悟に心を打たれたのもあるし、ネイマーロンにガセ情報をつかまされたのもある。本当にミカエラを殺したのは、ジェルメイヌ・アバドニアであるというそう。その後も彼は、暴走の一途をたどった。元凶、プリム・マーロンは、悪魔から解き放たれた息子に、今度は、リリアンヌから抜けたばかりの傲慢の悪魔をつかせた。その後も彼は、魔女狩り令を施行し、ジェルメイヌら、元レジスタンスメンバーや、エルルカ、そしてグーミリアを指名手配した。話は、それだけで済まない。マーロン王家に逆らう者は、魔女狩り令のもと、捕まることとなる。さらには、ルシフェニアの復興さえもやめてしまった。一時的にルシフェニアを補佐するはずであったが、悪魔の影響ゆえ、マーロンへの合併を強行した。そして、マーロン王家は、ルシフェニアを拠点として、他国と戦争を仕掛けた。そのせいで、近隣国の情勢も軒並み悪化。カイル王の目的、エビリオス全土を手中に収めることである。なぜそんなことをカイルが望むのか？ジェルメイヌ曰く、新しい敵を作っては攻撃しているという、いわば、八つ当たりではないかとのこと。だが、国を広げろというのも、結局はプリムの意見に従っているだけだ。それを、自分の意思による行動だと錯覚しながら。悲劇の結末。一連の悲劇の果てに、残された者たちについても話そう。リリアンヌとクラリスは、エルド派の修道女として生きていくことになる。キールは、むしろ力が拡大した。ルシフェニアによる税制が撤廃され、貴族も力が弱まったこともあり、商人の立場が強まった。商人の中心たるキールの力が強まるのも当然である。ジェルメイヌに至っては、一連の悲劇の結果、あらゆるものに対する気力を失い、過去から目を背けるように旅に出た。そこに、シャルテットも付き添った。だが、魔女狩りにより、ジェルメイヌらは指名手配された。そこで、ベルゼニア帝国はジェルメイヌらやレジスタンスメンバーをかくまい、自らの軍に引き入れた。この様子を見るに、ベルゼニアは、マーロンに全力で抵抗する姿勢なのだろう。グーミリアも、魔女狩りの対象に遭い、ベルゼニア帝国にかくまわれている。エルルカは、どうなったって？捕まったよ。カイル・マーロンに傲慢の悪魔がついてることに気づき、マーロン国に侵入したが、アビスと部下たちに襲われた。グーミリアは逃げ切ったが、エルルカは拘束されてしまい、彼女の体は、アビスに乗っ取られた。エルルカの魂は、とっさの対応で無事だったが、ここまで色々やってくれたマーロン王家はどうなったって？まずは、カイルについて。暴走の果てに、彼は傲慢の契約者になってしまう。さらに、ネイマーロンは悪事記の契約者になった。ちなみに、プリムマーロンは、タイダの契約者である。彼女は、ネイを隊長とする特殊部隊を息子に貸した。あとは、時計塔の上で、優雅に笑みでも浮かべてるんだろう。以上、グーラ病の蔓延や、緑狩りの悲劇、さらには、ルシフェン王朝の消滅から、後に続く争いまで。悲劇の結末は、マーロン王家の繁栄という形で幕を閉じた。